今まで一番怖えって思ったホラー映画は何ですか？これもめっちゃ悩んだのよ。さ、あんまりさ、怖えこの映画ってあんま思わないのよ、実は。いや、ビビリだよ。ビビリだったんだけど、多分映画見ていくうちになんか耐性がついちゃって、あんまり怖いって思わなくなっちゃったんだよね。そう。いや、怖いよ。怖いけど、なんかもう本当に、めっちゃ怖い、もう見たくないとかっていうのはない。今のびっくりしたみたいな。びっくりしたみたいなさ、そのびっくりを楽しんでるから、だからこれもすっごい実は悩んだんだけど、でも一応強いて言うので出すとしたら、呪詛っていうアジアンホラーのね、あれがね怖かったっていうか、なんていうか、いや怖いんだけど、なんかね、なんかこううまいんだよね。怖かったね。まあ確かに、まあ怖いか、怖かったよ、呪詛。それこそさっき言ったけど着信ありとか、あれも中学生の時に見た時にすげえ怖かった気がするから、今見たらどう思うか分かんないんだけど、当時の記憶で言うとすげえ怖かった記憶がある。最近見たやつだと呪詛で、なんとなく昔怖かったなって覚えてるのは着信ありかなっていう。呪詛はね結構やってくれたなっていう怖さだね、あれは。なんか結構びっくりしたしね。あれはなかなか怖いから、多分見てくれないと思うけど、気になったら見てほしいね。アイシャドウの発色良すぎなんですけども、何使ってるか教えてほしい。これ実は加工のアプリを使っててノーメイクだったのね。だからノーメイク、この写真ではノーメイクだけど普段はこのアイシャドウを使ってるよっていうので言うんだったら、ケイティだっけ、名前。ケイトとのアイシャドウとキャンメイクっていう、これをね使ってますってすごい偉そうに言ってんだけど、これマジ何年前に買ったのっていうアイシャドウ。本当にマジでこれいつ買った？本当に5年ぐらい前。左に関してはラメが入っててあんま使わんのよ、正直。でラメ嫌いなんだよね。これラメ入ってるの知らないで買っちゃって、確かこれラメついてんじゃんっつって、なんかラメ好きじゃないからっていうので、右のキャンメイクのマットっぽい感じ、ラメが入ってないやつを買って、だから右の方がめっちゃ使ってるっつってもマジで本当に何年前買ったのっていう、本当に5年ぐらい前じゃないかな、買ったのまだあるしね、全然。一応使ってますよっていうので、この2つをちょっと上げさせてもらったけど、普段全然メイクしません。はい、それが答えです。池原は何日に来ますか？ちなみに私は3日間すべてです。これもね、ちょっとここに書いてあるけど、一応ね26の土曜日のみで参加しようかなって。ちょっとね3日間はちょっときついかなと思って、本当はね販売のねイベント、ハンドメイドの方のね販売とかもあったんだけど、いやちょっと池原には行きてえと思って、一応26だけかなっていう、今のところってか多分26だけかなっていう、そんな感じですかね。結構みんななんか土曜日の参加が多いっぽいから、一応それもアンケート取ったんだよ。どの日に出ますかっていうので、やっぱ土曜日が一番多そうな感じだったから、一応それで土曜日に行くことにします。小説のプロットをどうやって書きます？過去ガチ。これもねマジでねむずいんだけど、本当にむずいんだけど、私はまず、テーマと登場人物、一人称や性格、見た目を決めてから書きたいシーンを書いちゃったり、逆もある。これもねマジその時による。でも割と書きたいシーン先に考えてたりするから、なんとなく多い気がする。なんかこのシーン見てみたいなっていう、なんかさふとした時に出てくるのよ。例えば外歩いてたらさ、この景色をなんかこう文字でというか、なんか使いたいなみたいなシーンで、そういうのをこうメモして、そのうちなんか勝手にね登場人物が決まってくんのよ。なんか男の子にしようとか女の子にしようとか、なんか勝手に決まってくんだよね。最初なんか女の子にしてたけど、後から
なんかこう女の子だとこれ進めづらいから男にしようとか、なんかまあそういうのでいろいろなんか書いていくうちに変えたりももちろんあるし、結構書きたいシーンが多いのかな割と。なんかそんな気がする。多分書きたいシーン決めちゃってからテーマどうしようかなって、テーマ大体私のテーマって大体決まってんだけど、大体人が死ぬテーマだから、人が死ぬテーマってあれなんだけど、大体人死ぬことが多いから、そうだからそれでそういうので、じゃあどこでそういう展開に持っていこうかなとか、結構だからこう順番が入れ替わったりとかなんかするよね。最後だけ先書いちゃって最初の方書こうとか、だから結構その順番が入れ替わったりとかはあるんだよね。そうで後から逆にここのシーンちょっといらないな、カットしちゃおうとかで、カットした分を逆に違う小説にこう入れ込んでみたりとか、そういう風にやってるから、もう自分でも書き方はわからん。わかんねえ。なんとなく思ったのが書きたいシーンを先に書いてんのかなっていう気はするかな。でも小説もねちょっと最近書けてない。やりたいことが多すぎる。今部屋の片付けしてるしね、ちょっとねコスプレしちゃったりとかさ、いろいろねやりたいことが多いとどうしてもね後回しにしちゃったりとかね。本当にねいろんなことしたい。映画も見たいし、小説も書きたいし、ゲームも作りたいし、コスプレもしたいし、部屋の模様替えもしたい。どうしようっていう、そんな感じこれは別に質問の答えじゃないけどね。はじめまして。自分あんまりホラー見たことないのですが、初心者におすすめのホラー映画とかありますか？これもね正直ねどれがいいかなってすごいね嬉しそうに悩んでたんだけど、初心者におすすめで言ったら、これパッと出たのがミーガンとラストナイト・イン奏法とバチカンのエクソシスト。これはめちゃくちゃ見やすいんじゃないかなって思う。グロ描写とかもないから、もちろんねホラーだからさ、その痛い描写とかね、そういうのはやっぱあったりするけど、割とでもこの辺りは話もこうまとまってるし、すごいこう見やすい感じがするよね。初心者で見やすいって、だから他逆になんかあるかなってねいろいろ検索してみたりしたんだけど、なんかパッと出たのがこの辺りだったから、一応3個ぐらい出しておけばいいかなと思って3個パッて出したんだけどね。そうだね、結構見やすいんじゃないかなこの辺。ミーガンも今プライムで見れるし、あと本当はねファイブナイツ・アット・フレディーズとかも書こうかなと思ったんだけど、あれはまた割とゲーム寄りというかさ、そういうのもあるからあげなかったんだけど、あえてその辺は見やすいのかなっていう。ファイブナイツもねあれもホラーっていうか、ホラーみたいな感じだけどね。あれも見やすいよね結構ね。一応ここで出させてもらったのはミーガンとラストナイト・イン奏法とバチカンのエクソシストです。意外とねこの辺りの質問はなんか楽しいよね。そんなに全然ホラー映画知らないんだけどね、なんか私が答えちゃっていいのかなって思いながらこういうの毎回答えてる。割とこの辺りはおすすめっちゃおすすめだよね。見やすいっていう意味でもね。好きな漫画ベスト3は何ですか？これ正直来た時ね、やべ漫画読んでねえやって思っちゃったんだけど一応ねパッと出させてもらったのは、ヌーベイと地獄先生ヌーベイと、あとラック13係の残酷機械でいいんだよね。ラックと、あと絶叫学級っていう、これも少女漫画の部類なんだけどね、一応ね出させてもらったのはここだね。マジで漫画もすごい買ってた時期があったんだけど、もう全然買わなくなっちゃってさ、その時期だけで。あとやっぱさ漫画って場所を取るから置けなくなっちゃってすごい困ったのよ。だからそういうのもあって漫画を本当に読まなくなっちゃって、